A1 と A1 ミニって結局何が違うの？そう思ってる方は多いのではないでしょうか。特に初めて 3D プリンターを選ぶ方にとっては、その違いを理解しないまま購入するのは不安だと思います。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。今回はその疑問を解消する第一歩として、バンブーラボの A1 コンボを開封し、セットアップから単色プリント、さらに AMS を使ったマルチカラー印刷までの流れをきちんと全てお見せします。初めて 3D プリンターに触れる方でもこの動画を見れば購入後に迷わず安心して進められるはずです。 A1 ミニについては以前の動画で開封からセットアップ、初プリントまでの様子を紹介していますので、気になる方はぜひそちらをご覧ください。そして次回後編では A1 ミニと A1 を並べて比較し、価格、設置場所、作りたいものの大きさという3つの軸でどちらが自分に合っているのかを整理して解説します。 3D プリンターに興味はあるけど自分に使えるかな、使いこなせるかなと不安に思う方は多いと思います。IKEA の家具を組み立てるのも大変なのに、精密機械の 3D プリンターなんて本当に扱えるのかなと迷ってしまうのは自然なことです。でも安心してください。 3D プリンターは正しい手順を一つずつ踏めば決して難しいものではありません。この動画では開封から組み立て、アプリへの接続、単色プリント、そしてマルチカラー印刷までつまずきやすい場面ごとにここはこうすれば大丈夫というアドバイスを入れています。最後まで見ていただければ A1 の導入から印刷までを自分の手で進められるイメージがしっかり持てるようになり、不安なく 3D プリントを始められる自信につながるはずです。そして次回の後編では A1 と A1 ミニを比較すれば自分に合う1台を選ぶための判断基準がきっとクリアになるでしょう。設置環境の準備をしましょう。まず開封の前に一番大事なのは作業環境の準備です。A1 コンボの場合、本体だけでなく AMS ユニットなども含まれるので、整理された作業スペースを用意しておくことが大切です。広すぎる必要はありませんが、部品を並べても余裕があるぐらいの場所を確保しておきましょう。またここ大事なんですけど、後の工程でテーブルの端にプリンターを寄せて作業する場面があります。そのため安定感があり、多少重みをかけても倒れてこないような頑丈なテーブルを選んでください。ぐらついた台で作業すると思わぬトラブルにつながることがあります。箱を開けて部品を取り出すときに小さな袋やパーツがいくつも出てきます。これらは後で必ず使うものなので間違って捨てないよう注意してください。特に工具やネジ類は一度なくすと探すのが大変です。机の上にトレイや箱を用意して取り出した部品をまとめておくとスムーズですよ。そして全体の作業時間の目安を見ておいてください。開封と設置だけなら割と短時間で終わりますが、キャリブレーションやテストプリントを含めるとトータルで2時間程度は見ておいてた方が安心です。休日や仕事の合間に作業するなら時間に余裕を持って始めてください。箱からすべての内容物を取り出したら、まず最初にやるべきことは付属品が揃っているかどうかの確認です。クイックスタートガイドがついています。この1ページ目には内容物リストが載っているので、ここを見ながら一つずつチェックしていきましょう。早く組み立てたいと思うかもしれませんが、確認を省略すると後であれが足りないとなってしまいます。次にアクセサリーボックスを開けます。ここには小物類がまとめられていて、特にネジ類や細かい部品が入っています。
ネジは一つでも欠けていると途中で組み立てができなくなるので、必ずすべて揃っているか確認してください。ネジなんて後から確認すればいいかなと思った方もいるかもしれません。でもここを最初にきっちり押さえておくことで、後半で作業が止まるリスクを減らせます。すべての部品が揃っていることを確認できたら、次は作業に入ります。ただし、いきなり始めるのではなく、クイックスタートガイドをざっと読んで流れをつかんでおくことをお勧めします。もし読むのが面倒なら、この動画を最後まで見て手順を把握してから作業を始めても大丈夫です。行き当たりばったりにならず、落ち着いて進められますからね。いよいよ本体の組み立て準備です。まずはフレームを固定している梱包材を外していきましょう。本体の Z 軸のところにはリミッターを止めている4つのネジがあります。これを外すと固定用のパーツが取れるので、そこから順番に進めていきましょう。またフレームの表面には段ボールのカバーがかかっています。これを取るとき、グリスが塗られている部分を素手で掴まないように注意しましょう。油が手についてしまうと、そのまま部品に触れた時の汚れの原因になります。次にプリンターの台座部分に移ります。まずは結束バンドや梱包材を外してください。すべて取り除けたら、ビルドプレートを台座に装着します。ではここからがちょっとワクワクする瞬間です。台座を本体フレームに組み合わせて、いよいよプリンターの形にしていきましょう。やり方はシンプルで、台座を少し斜めに持ち上げてフレームの内側にスライドさせるように差し込みます。カチャッと音がして噛み合えば成功です。焦らずゆっくりと作業してくださいね。次に底面の座面を固定するネジ止め作業をしていきます。まずプリンターを後ろ向きに置いて作業しやすい姿勢にしましょう。その状態で底面のカバーを外します。こうすることでネジ止めをする箇所にアクセスできるようになります。カバーを外すと後ろ側にネジ穴が10箇所あります。付属の ST3 の23のネジを使ってそれぞれに取り付けていきましょう。すべてのネジ穴は緑でマーキングされているので、迷わず進められるはずです。10本ネジを取り付けたら、ヒートベッドを前方にスライドさせます。ここで注意点です。もしヒートベッドが移動しきらない場合は、ネジが奥まで締まりきっていない可能性があります。なので無理やり押し込むのではなくって、ネジがしっかり下まで刺さっているか、ネジが最後まで回し込めているか、この2点を確認してください。決して無理やり押し込まず、ネジを一度点検するのが正解です。続いて前方にも2箇所ネジ穴があります。ここにも同じく先ほどのネジを取り付けていきましょう。これで合計12本のネジでプリンターの台座がしっかり固定されました。付属のネジは13本あるので1本は予備です。ネジ止めが終わったら、最後に先ほど外した底面のカバーを元に戻します。このカバー長さがあるので、単純に上からかぶせるだけでは入りません。まずプリンター前方の積みの部分にしっかりと合わせて、その後後ろ側をはめ込むようにしてください。この2段階が必要です。うまく入らないときはヒートベッドを前後に動かしながら調整するとスムーズにはめられます。はい、ここまでで本体フレームと台座の固定作業が一通り完了です。ここからは最初にお伝えしたしっかりとしたテーブルが必要という理由が出てきます。
この作業ではプリンターをテーブルの端に寝かせるため、不安定な台だと倒れる危険性があります。必ず頑丈なテーブルを使ってください。プリンターを90度回転させてテーブルの端に寝かせます。プリンターがしっかり安定しているか確認してください。ここまでできたらケーブルボックスの取り付けに進みます。ケーブルボックスを底面のスロットの部分にはめ込みます。そして USB-C プラグを差し込みます。ケーブルボックスから出ている2つのケーブルをそれぞれ色を合わせて対象のスロットに差し込んでいきます。白がカメラケーブル、緑が X モーターケーブルになります。この2つのケーブルの接続が終わったらネジ止めをしていきましょう。最後に Z モーターケーブルがテープでくっついているので、このテープを外してケーブルのスロットに収納をして、これがなかなか収まらないんだ。収まったらカバーを閉じます。で、それが完了したらプリンターを正しい位置に戻しましょう。これでケーブルボックス周りの作業は完了です。さて、組み立ても終盤です。タッチスクリーンを前方に向けます。そしてパージワイパーの取り付けをやっていきましょう。位置は X 軸の端にあるスロットです。差し込んだら付属品のボックスから取り出した M3 の12のネジで固定していきましょう。これも結構取り付けが大変なので、プリンターを適度な位置にセットしてネジを回していってください。AMS を使わない場合は外部スプールホルダーを取り付けます。向きはバンブーラボのマークが前側になるようにセットします。正しく装着できるとカチッと音がするので、これを目安にしてください。 PTFE チューブを取り出していきましょう。袋の中にはAMS で使う用と別に1本のがありますので、この1本のものを使っていきます。そして先ほどつけたスプールホルダーのところに差し込んでいきます。付属のケーブル収納ツールを取り出しましょう。この付属のケーブル収納ツールに黒いケーブルと PTFE チューブをはめ込んでいきます。特に黒いケーブルを入れる部分は穴が小さいので注意しながら差し込みましょう。では PTFE チューブをプリンターのヘッド側に接続します。これで外部スプールホルダーの取り付けは完了です。いよいよ電源投入と起動していきます。バンブーラボシリーズの電源プラグは日本の仕様と形状が異なります。そのため必ず変換アダプターを用意して接続してください。コンセントを差し込んだらプリンター背面のスイッチを入れてください。電源を入れるとタッチパネルが起動します。画面にスタートが表示されるのでタップしてください。最初に言語を選択します。日本語を選択し、次に地域を選択します。これはアジア太平洋を選択します。続いて Wi-Fi の設定です。ご自宅の無線は LAN を選び、パスワードを入力して接続してください。次にここで重要なのがスマートフォンアプリバンブーハンディです。クイックスタートガイドにある QR コードからインストール可能ですので、インストールを行ってください。初めての場合は会員登録を行い、バンブーアカウントを作成してください。すでにアプリをお持ちの方はバンブーハンディを立ち上げてプリンターを追加していきます。このアプリ連携があることでリモートで進捗確認や制御ができるようになります。さて、
プリンターの追加が完了すると自動で初回のキャリブレーションが始まります。ノズルの位置合わせやベッドレベリングなどをすべて自動でやってくれるので操作は不要です。ただしこの工程は少し時間がかかりますので、これは無理に触らずに見守りましょう。この時間は良い休憩タイムです。コーヒーでも飲んで一息ついてください。キャリブレーションが終わったらいよいよファーストプリントをやっていきましょう。最初に必ずガイドレールの潤滑の時間ですと出るんですが、ここは特に必要ないかと思います。では付属しているフィラメントをスプールホルダーに取り付けていきましょう。タッチパネルでフィラメントを押します。でロードを押します。フィラメントタイプが不明と出るので、ここでフィラメントをバンブーラボの PLA ベーシックで色を設定します。で OK をしていくとフィラメントのロードが始まります。それではファーストプリントをしていきましょう。最初に印刷するものはすでに内蔵 SD ファイルにあるファイルから選んでベッドスクレーパーを印刷していきます。テストプリントが終了です。皆さんここまで本当にお疲れ様でした。開封からセットアップ、キャリブレーション、そしてテストプリントまで完了したので、これでもう 3D プリンターが使える状態になっています。ここから先は A1 コンボの大きな魅力である AMS を使ったマルチカラー印刷に挑戦していきます。単色のプリントでも十分楽しいですが、複数の色を使えるっていうのは本当にワクワクしますよね。それではお待ちかねの AMS の組み立てとマルチカラーの印刷をしていきましょう。さて AMS ライトの結束バンドをすべて外していきましょう。台座の上に AMS ライトを乗せていきます。付属の BT38 ネジを用意してください。これでしっかり固定していきます。ネジ止めする箇所は4箇所です。ネジ止めの作業はこれで終わりです。この先ネジ止め作業はありません。それではスプールホルダーの取り付けをしていきます。緑色と黄色のマークに分かれているので、必ず軸についている色と合わせて取り付けてください。では先ほどまで使っていた単色用のスプールホルダーは外しておきましょう。束ねられていた PTFE チューブ4本がありますよね。こちらをはめ込んでいきますね。この空いてる穴のところに黒いケーブルを通すようにしてください。チューブは長いものが2本と短いものが2本あります。短い方は1と2にセットする。長い方は3と4にセットします。片方はプリンター本体の AMS のスロットのところに全て差し込んでいきます。これに特に順番はありません。差し込んじゃってください。最後に AMS ライトについてる4ピンケーブルを本体とつないだら電源を入れていきましょう。フィラメントのセットをしていきましょう。今回使うのはバンブーラボの PLA ベーシックと E3 の PLA プラスです。フィラメントのスプールをスプールホルダーにカチッと音がするまで差し込みます。この時フィラメントのこの巻き方向に注意してくださいね。クイックスタートガイドに記載があるのでこちらも見てください。そしてフィラメントを下から入れる際はボタンを押しながら差し込むようにします。フィラメントが正しく入ると自動でロードが始まります。この時点で手を離して OK です。プリンターに任せましょう。ここで無理やり手で押し込んだりしないようにしてください。
またフィラメントがなかなか入りにくい場合は先端が曲がっている可能性があるので、ハサミでカットして尖らせると入りやすいです。タッチパネルでフィラメントを押すと AMS にセットされた状況を確認ができます。バンブーの純正フィラメントを使っている場合は種類と色を自動で判別してくれて、それが出てきます。サードパーティー製のものを使っている場合は手動で編集をしていきます。メーカーを選択して色を選択します。メーカーの該当がない場合はジェネリックを登録してください。マルチカラーのファーストプリントとして、ちょっと気が早いですが雪だるまのコースターを印刷します。データはメーカーワールドからダウンロードしてきます。デバイスタブのところで A1 のプリンターに接続しましょう。準備のタブのところに戻り、ここも A1 のプリンターに変更します。AMS にセットしたフィラメントの色と、このバンブースタジオで設定している色のマッピングをしていきます。フィラメント情報の同期が終わったらスライスしていきます。そして造形開始です。マルチカラーで印刷されていく様子を見ていきましょう。赤が終わったら次はオレンジをロードしていきます。そして次に黒が使われます。黒のフィラメントでは口や目や帽子が印刷されていきます。さて完了しました。かわいい。フィラメントの色切り替え時に出てしまう廃材をプープと呼んでいるんですけれども、これがどうしても出てしまうので、少しでもこの廃材を少なくしたいコツについては過去の動画で出していますので、そちらも参考にしてください。今回はバンブーラボ A1 の開封からセットアップ、そして AMS を使ったマルチカラー印刷までの実演を全部お見せしました。そして次回の後編では A1 と A1 ミニを比べながらあなたに合う1台を選ぶための基準を整理してお届けしますので、ぜひ続けてご覧ください。また予習というわけではありませんが、A1 ミニの開封からセットアップ、初プリントまでを紹介した動画もすでに公開しています。A1 ミニを買った方、あるいは A1 ミニってどんな感じなのかなと気になっている方は、ぜひこちらの動画もチェックしてみてください。このチャンネルでは 3D プリンターや工作に関する情報を楽しく分かりやすく発信しています。もし今日の動画が役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録をして一緒にものづくりを楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。3D プリンターを始めてみたい、とりあえず始めたけどよくわからないという方向けに、2025年ゼロから始める 3D プリンター入門という動画を過去に出してます。初心者の方にも分かりやすく解説していますので、まだの方はぜひ動画をチェックしてみてくださいね。その動画をぎゅっと凝縮した特別仕様を無料でプレゼントしてます。プレゼントは東京九段工作ラボの公式サイトから受け取れますので、ぜひ動画下の概要欄のリンクをチェックしてみてください。まだ受け取ってない方はこの機会にぜひチェックしてみてくださいね。